本動画は絶賛公開中のモンスターバース最新作、ゴジラ、コング新たなる帝国の本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。スコスレ、日本語表記だとスーコっぽいぞ。小猿ガントレット、ゴジラにキレられなかった珍しいやつ。コングには厳しいくせに数個のアシストを黙認するあたりゴジラにとってはスカーの一族よりドクロ島のコングの先祖の方が嫌な思い出があるんじゃないかな。作中でゴジラ目線での好感度の高さが数個、コングなのは笑うしかねえ。このガキいい活躍しやがって。こいつ見てるとどんくさいけどおとりにされたりするミニラかわいそう。浜田に似てると思いながら見てた。数個生きとったんかわれ。数個は一度くらい劇中に名前を出して欲しかったな。コングがケンシロウ枠ならスレガはバット枠。ゴジラは、拳王様。スカーのジャギ様ばりの悪役っぷりは素晴らしかった。絶対一人称オイラだよこいつ。スーコくんもジアちゃんと仲良くなるだろうか。スーコちゃんじゃなかった？こいつも女の子だぞ。女の子でぶん殴ったりしたのか。自作のコングパートはいいお嫁さん見つける感じかな。この子大きくなったら美少女にならんかな。今作メス怪獣多いな。同じ種族だけどドクロ島の時のコングよりでかい。やっぱり大きさがピンとこないよこの映画。ドクロ島コング30の数個45。ドクロ島の時のコング赤ちゃん並みのサイズじゃん。スコくんそんなにでかいのか。迷子じさんとほぼ変わらんじゃないか。チビに見えてガンダムくらいの20無近くはあるんだろうな。と思ったらそのさらに倍はあったのかちびすけ。何気にマン23やセブン23よりでかい。ウルトラマンが40無だからな。意外と小さい。こいつにしろ最初の打剣軍団にしろ一匹で町一つくらい滅ぼせるでかさだよな。周りがでかすぎるからね今回。あの骨の端冷静に考えたらとんでもないサイズだよね。感覚も麻痺してたからちゃんと見てなかったけど、骨だけででかいとなると全身肉付けしたら下手すりゃゴジラアースと春くらいでかいのでは。コングは50年くらいかけて30無から106無になった。地下で生活してればもっと早くに大きくなってたかもしれんな。ドクロ島の食い物栄養価低かったんやろな。スコちゃん見てるとドクロ島時代のコングってすごい老け顔だったのでは。数個がコング探索の時のコングと身長同じらしいが年齢的に当時のコングよりかなり若そうだし地上だと体の成長遅れたりするんかな。地底世界に謎エネルギーが満ちてるせいかも。単に種族が違うだけでは。グレートエイプにも赤毛のやつとコングみたいな黒毛の2種類いたよな。あの色合いだとスカーの子供なんだろうな数個。他にもあの奥の部屋に何匹かいたし。いい感じにクソガキって面してるな。チビが圧政に耐えかね逃げてきた個体だと見る前は思っていたさ。ああ水うめえ。水うまいな。チラッチラ。ヘビール湖に誘い込んで殺そうとするとこまで邪悪だった。数個が予告の印象と全然違うクソガキ系サイドキックで面白かった。かなりしつこくコング殺そうとするのが楽しい。最悪の環境で揉まれてきたクソガキだ。顔つきが違う。あの環境ならクソガキに育つのも無理ないしよく構成できたと思うよ。コングは天外孤独でまっすぐに育ったけど。そばにジアちゃんたちイーウィス族がいたから、でかいザルかと思ったら子供でした。からあんなバイオレンスな展開になることある？初めて会った時のコングが嬉しそうなのがな。噛みつかれるとも知らずに。最初コングを敵と勘違いしてたんかな。というか突然の地割れから縄張り荒らしてきた敵でしょ。一部赤塗装がいたから先遣隊というか調査隊。地上へのポータル探してたんだろうね。コング追ってた奴がイーウィスの里のを見つけて報告に戻ってるし、あの報告シーンも部下の報告に親玉が高笑いして出撃するテンプレ感あってすごく好き。猛獣みたいな鳴き声のカエルに惑わされ、チビザルに騙され、崖から落ちそうなハゲザルを助けたのに結局落とすことになったり踏んだり蹴ったりだな。同胞が奴隷になってるの見た時の顔がかわいそうすぎる。散々な目に遭ってるし人間。不審の一つ二つ抱えてても仕方ない。気にせず受け入れるコングの器のデカさがすごい。いいよね。コングの王としての姿を見て勇気を取り戻す展開。しかし終始コングが顔も性格も器もイケメンすぎた。ゴジラの前でビクビクしてる印象ばかりだったから今回のコングかっこよくて驚いた。どのグレートエイプと比べてもコングがダントツイケメンなこだわり。見せしめで殺される仲間を見ても怯えるだけの一般猿たちの中で、クソガキだけがコングについて反抗を決意するのが少年漫画的展開すぎる。ローコングがマグマに突き落とされたのが決定だな気がする。チビの親父。
ガス課金に殺された時に自分に危害加えてきた相手だったにもかかわらず、貴様って怒れるコングがかっこよすぎてな。人間ドラマ削ったとは言うがコングの境遇に重ねたりしてなくてもいい、という感じではなかったと思う。ただスピード感がすごい。セリフなしでもドラマとして成立してたね。こいつらみんなコング並みなの？やべえじゃん。思ってたらワンパンだった。コングお前ズバ抜けて強かったんだな。ちゃんと日の光浴びながらたくさん餌食べてのびのび運動しながら育ったフィジカルエリートイケメンだからな。コングってゴジラにボコられてるけど今回でコング族の中でも上積みも上積みなのを分からされた。まず体格が一回りでかいんだよな。タイタンは地上にいた方がでかくなるんだろうか。射程になるまでの流れがヤンキー漫画。食えよ腹減ってんだろで落ちるあたり昭和のガキ。ストーリーの中で成長するタイプのクソガキ。武器にされるタイプのクソガキ初めて見た。割と活躍してたな。武器にもなる。クソガキと分かった瞬間に武器として活用するの笑う。ヘイト管理がうまいと思った。崇高武器にする展開は人間なら絶対できなくて好き。あのシーン笑いこらえるの大変だったわわら。オノニガントレットに数個にと今回のコングさんの武器豊富だったね。一般ザルもなんか骨ナイフとか骨コンボウとか使ってて、こいつらめっちゃ武器使うな。ってなった。ヌンチャクにされても強えな。くらいで起き上がるタフさがおかしい。めっちゃ丈夫だよなスコ。スレガはコングに足掴まれて敵殴る武器にされてたからそのまま退場かと思ってた。よくあれで死ななかったなスーコ。スーコなんであんなに頑丈なの？目の色も他のグレートエイプともスカーキングとも違うし、体のデカさも含めて何か突然変異体なのかもしれない。ゴジラ相手にぶん回したらさすがに無事では済まなかったと思う。割とガッツがある。うわぁ助けてコングー、みたいなタイプではない。昭和特撮によくいる首突っ込むんで敵に囚われる子供枠かと思ったら有能だった。スコが一矢報いる展開もちゃんとできてる。無重力状態の時にハゲザルに岩投げて一矢報いたり、罠を作動させてコング助けたりただの子供要素だけじゃないのがいい。ピンチのコングに斧を届ける展開か、と思ったらまさかの大金星。俺も忘れてもらっちゃ困るぜ兄貴。って感じでクソガキが斧持って駆けつけるのいいよね。昔から洗脳装置の存在知ってたおかげで壊すのに迷いがなかったね。シーモの高速と桁のこいつのおかげだから地味に今作ミュージックビデオ P だよな。数個いないとマジで積んでたからな。スカーは壊れたら一発アウトのリモコンを武器としてチェーンの先につけて振り回してたのバカすぎるだろ。コングのおかげで奴隷から目覚めた数個が奴隷にされてたシーモを解放するのいいよね。そりゃウキウキでコングたちについていきますわ。数個がこれでドクロ当時代のコングよりでかいのでコングに特訓受けて一人でスカルデビルを倒す姿とか見てみたい。スカーの手食い戦い方はあれで魅力的だったので次回作ではスーコ君にそのスタイルを継承してほしい。コングがガントレットをトレードマークにしたらゴジラ X はこっちが受け継ぐんだろうか。ドクロ島には地下世界から来てたから地下にいるんだよなあいつら。スカル軍団 vs コング軍団は迫力ありそうでみたいな。毎度タイトルでは G が先だけど実質画面占有率はゴリの方が多いしとどめはゴリがもらう。ギャレゴジ起点で始まってるから忖度しないと。言うてもはや暴力装置のゴジラにコングみたいなドラマパート任せられないでしょ。認めたくないんだろうけど知性面だと人類より上だぞ。どんだけ怪獣出るんだよ。普通に令和の送信劇だぞ。怪獣いっぱい出して大ヒット、とかハリウッドの常識変わっちゃう。スコもスカキンもシーモも見る前は不安だったけど好きになったぞ。